こんにちは、たきです。85話裏切り者の考察動画です。最終回までネタバレあります。ダズ、ライナー、マガト、フロック、キヨミなどについて漫画とアニメの違いを中心にお話していきます。今回はぜひアニメで見た方がいいね。そんな回でしたね。まずダズとサムエルの疑心暗鬼な会話なんですが、104期生の同期である彼らはコニーたちのことを信じたいという気持ちがあるんですね。このあたりがアニメだとより丁寧に描写されていました。ダズファンはね、皆さん気づいたと思いますが、サムエルがお前らが地ならしを止めようとしているって疑いがと言ったタイミングで、ダズがね、左手を首に回すような描写がアニメだと追加されていました。そんなことねえよな、ごめんよ、みたいなね、そんな心の声も聞こえそうです。あるいはね、このスレミさんがコメントくださいましたが、この対話の時、全員口角が上がっているのに目が笑っていなかったと、友達でも信じきれない感じがすごい出ていましたね。で、さらにはこの爆弾を取ってくれと言われた時にお互いに目を合わせる。いいんだよな、俺たち爆弾取っても騙されてないよなというね、彼らの心の声が聞こえそうでした。不安だからお互い目を合わせるし、当然ね、その不安っていうのを言葉には出せないので、こんな表情をしていたと。一方で、騙しているアルミンたちの方は目を直視できないで右下を向くというね、こういう非常に細かな心理描写が、アニメだと描かれていましたね。そしてサムエルのためらいなんですけれども、巨人化できる治癒能力があるアルミンのことは撃てたと。一方でコニーに対しては動くなと言ってはいるんですけれども、撃てなかったですよね。これはもうシンプルに仲間を殺したくないという気持ちでしょう。ダズ、早く飛行艇を爆破しろと言っていたのも、飛行艇さえなくなれば、彼らの望みはなくなって、殺さなくて済むからですよね。このサムエルのね、瞳の揺れ方であったり、構えた銃が揺れているところですね。震える手っていうところがアニメだと表現されているので、ぜひ見返してみてください。そして3つ目、口を打ち抜かれて話し合い対話ができないアルミンの姿が描かれていました。アニメだと喋ろうとしているようにね、試みているようなね、そんな声も聞こえていました。で、サムエル同様に、アルミンに対してもダズは撃てなかったですね。一方で、コニーの方はサムエルを撃てたと。コニーを撃てないサムエル、アルミンを撃てないダズに対して、コニーはサムエル、ダズを撃ったと。王政編で通過儀礼を済ませたコニーは、ためらえば仲間が死ぬことをね、知っているから撃てたのでしょう。漫画以上にコニーが撃つ時の表情がこれ辛かったですね。涙を流して、あえてこのカットを挟んでからサムエルをね、撃つ、そんなアニメになっていました。二人を撃った後のね、この状況を俯瞰で描いて、コニーの泣き声絶望っていうところもアニメだからより伝わってきたところがあります。で、さらにはね、ベルトルトの回想のセリフも追加されていましたね。原作でもこのベルトルトの回想のコマはあったんですけれども、ここにセリフも追加されてね、より地獄な感じというか、この理解してしまったね、アルミンたちの気持ちっていうのが分かりました。あの時の会話とも重なりますね。今までずっと俺たちのことを騙していたのかよ、全部嘘だったのかよと、ベルトルトに対してコニーは言ったんですが、ベルトルトはね、誰が好きでこんなことをしたいと思うんだ、本当に仲間だと思っていた、誰かがやらなきゃいけないんだと返していました。当時はね、ベルトルト何言ってんだっていう感じでしたが、今ならわかりますね。今回逆の立場でサムエルが裏切り者、俺たちは仲間じゃないのかよとコニーに対して言っていましたが、コニーはね、お前たちは仲間だよ、でもと言って撃ち殺してしまうんですね。まさに誰かがやらなきゃいけないんだよ。好きでこんなことをしてるわけじゃないんだよというね、ところですよね。で、さらに言うと、過去からの流れで見ると、この教授のセリフですね、誇れる兵士になりたいと、世界を救いに行くと言っていたコニーをね、少年漫画のままでいさせない、そんな伊佐山先生の影もちらつきますし、週末の夜のセリフでね、話し合いが大事だと、そういう結論だったのに、アルミンの得意の話し合いをさせないようなね、そういう仕掛けもあったかなと思います。で、コニーはね、もう裏切られるのは飽きてるんだぜ、俺はとね、人一倍この裏切りっていうものが嫌だったコニーが、パラディ島から見ると裏切り者になってしまうというね、過去の話からの流れで見ると2倍3倍とね重厚になるのがやっぱりこの進撃の巨人らしい回だったなというふうに思います。で、2つ目、ライナーと兄の戦闘シーンなんですが、立体起動装置のアクションどうだったでしょう？皆さんぜひコメントください。久々なのにね、立体起動装置使えるのもすごいですし、マッパ版でね、初めてこの兄とライナーの立体起動での戦い描かれました。個人的にはこの兄がまっすぐ進んで解放されるところに、やっぱアニメの楽しさというかね、なんか気持ちよさっていうのを感じました。そしてこのフロックの後ろにクロスして巨人化するところもかっこよかったですね。やっぱりライナーは主人公だったとね、つい錯覚してしまうほどです。で、とにかくね、このメガタとか鎧のね、姿が良かったですね。もう良かったとしか言えないです。で、戦闘シーンに関しては BGM もついて盛り上がる場面でした。巨人たちのアクションシーンもかっこよかったんですけれども、一方でですね、殺しているのはパラディ島の兵士なんですね。この兄の蹴り技なんかは、兄の戦闘シーン来たという喜びと同時に、
いいのかなみたいなね、つい喜んでしまう自分と、でもなーっていうね、ところで複雑な心境で個人的には見ていました。で、一般兵士のね、立体機動アクションもかっこよかったですね。3方向から兄を攻撃しようとした。それをライナーが阻止するというね。4年間眠っていて、雷槍の威力を知らない兄は、うなじを守っていましたが、雷槍の威力を知るライナーがね、兵士を倒したと。もしライナーが倒さなかったら、兄はやられていたんじゃないかなと思います。巨大樹の森の戦いの時は、リヴァイ班の精鋭3人でも倒せなかった兄を、新兵3人がね、雷槍で倒せていたんじゃないかなという点も時の流れをね、感じますね。そしてマガトの拷問と謝罪に関してなんですけれども、エレン・イエーガーの行き先を言えと口を押さえながらね、イエレナを拷問していました。口を押さえながら腕を折ってね、悲鳴を下げて、その後に言わせようとしたんじゃないかなと思います。このシーンのね、イエレナの物理的な苦しみっていうのがアニメだとより明確になっていました。進撃アニメ全体通じてなんですが、このファイナルシーズンは被害者の描写っていうのをすごいしっかりとね、描いている、そんな印象があります。で、拷問を受けたイエレナが言うセリフも深いですよね。人から暴力を奪うことはできないよと。先ほど拷問を受けたイエレナだからこそ、ある意味言えるセリフかなとも思います。ジャンたちに謝るマガトでさえ、イエレナに暴力を振るうしね、このセリフっていうのは非常に深いですね。言う相手がリヴァイっていうところも考えさせられます。で、次、マガトの謝罪シーンなんですが、アニメで微妙に変化していましたね。まずこのガビの動きで石が落ちると。で、それに気づいてガビの方を見る流れになっていました。で、マガトの謝罪に関しては、深々とね、頭を下げていることが伝わります。頭を下げているというところに対して、このガビとファルコがね、元帥が頭を下げているっていうね、リアクションも追加されていました。で、マガトの謝罪に関してはね、いろいろと、他の動画でも言っているんで割愛しますけれども、とにかくしっかりと向き合って、一人一人の名前を呼んで謝罪するっていうのが、アニメだとね、よりわかりやすかったですね。コニー、アルミン、ミカサ、ジャンと、一人一人の名前を呼んでいました。で、ピーク、兄、ライナーに関しても、元帥の立場からは言えない、ようなセリフを、伝えていたと。マガトの心境深掘りは、前回の動画を、参照してみてください。そして4つ目、フロックと清美の演技なんですけれども、まずこの東人家のね、技術者だけ残して護衛を殺したこの見せしめのね、殺したシーンっていうのがより残酷でしたね。引きずられる死体の後も生々しかったです。で、フロックの演技はね、これ毎回言ってるんですけども、とにかく良かったですね。お互いに丁寧な言葉遣いなんですけれども、フロックと清美はね、協力しなきゃ殺すと。で、清美はお前は間違ってると、言い合っていました。で、個人的に好きなフロックのシーンがいくつかあったんですが、大事なのは身の程をわきまえることでしょうというこの漫画原作のこのコマがですね、アニメだとこの顔に変わっている。この顔、すごい、この笑顔すごい良くないですか？銃を構えながら身の程をわきまえることですっていう風に言うんですね。で、もう一つ発見だったのが、2回目の大事なのは身の程をわきまえることですと、言って、引き金に力を入れる描写がアニメだとありました。この漫画の効果音、ググググっていうのは、引き金に力を入れるっていう描写だったんだなと、わかりました。この時のフロックとしては、技術者が協力さえすれば、清美様は死んでもいいというね、そういう立場だったのでしょう。で、もう一個フロックで良かったのが、不安の種を摘むっていうところですね。原作にはなかったフロックの顔追加されています。現状をね、分析して、アルミンたちは何考えてるんだろうって淡々としたテンションで喋って、そのまま不安の種は摘んどくべきかとね、命を奪うことを何にも思ってない言い方、そして顔で、言っていましたね。で、先ほどまで協力してほしいと言っていた技術者をね、躊躇なく殺そうとするあたり、いや、このフロックはやっぱりアニメで見られてよかったなと個人的には感じます。そんな窮地の東人を救ったのがミカサでした。で、原作にはなかったんですけれども、アニメだと地味にね、このミカサが飛び込んでくる前の姿が窓越しに描かれていました。そして飛び込んできたんですけれども、注目はミカサは敵を殺してはいないというところですね。蹴っただけで殺してはいなかったです。で、ジャンに関しても、兵士を銃殺していないということで、パラディ側の104規制で敵を殺したのはコニーだけっていう、やっぱり104規制にとっての通過儀礼を描くため、死の重みっていうところをより強調するために、こういうキャラクターによっての差をつけてるんじゃないのかなというふうに感じます。で、最後に小ネタなんですけれども、ミカサがね、包帯の巻かれた手を見ていました。東人の話のタイミングで、包帯の巻かれた手を見るね、こういう描写が追加されていたんですが、この包帯の下の入れ墨、自分に流れる将軍家の血、そこを踏まえてですね、ヒーズル国東人家とのつながりをミカサ自身実感しているシーンだったのでしょう。で、他にもね、アニメならではだったのがこの蒸気ですね。蒸気と空ね、このように一応区別されていました。で、ダズが爆弾を取ろうとする時の空にこの13匹の鳥が映っているあたりも、ちょっと原作と違っていたりしてね、そんな回でしたね。ということで以上になります。ちょっと身の程をわきまえずにお願いするんですが、もしよかったらチャンネル登録お願いします。次回の動画を見逃す不安の種を摘むことができるのでね、ぜひよろしくお願いします。以上、滝でした。それではまた。